こんにちは、OK ジャパニーズのポッドキャストです。皆さんお元気ですか？今日は初めてのエピソードです。それでは早速行きましょう。今回のトピックは外国語の勉強のモチベーションを保つ方法。勉強のモチベーションの話です。ね、皆さん日本語を勉強していると思うんですけど、勉強を続けるのって大変ですよね。やる気がある人、今日はもうできないっていう人ありますよね。わかります。だからモチベーションを高く持って勉強できる方法を考えますよね。僕もいつもどうやったら楽しくやる気を出して勉強できるかって考えています。じゃあまず一つ目、目標を決める。これは大事ですね。目標、ゴールを決める。例えば外国語で映画を見たいとか、アニメを見れるようになりたいとか、あとは友達と少し話せるようになりたい。そういう目標があるといいですね。目標があればそこに向かって頑張れる、やる気が出ますからね。で、二つ目は小さな成功を楽しむ。これ大事ですね。やった、成功できたっていうのを感じる。大きい目標はあって、でもその間にたくさん小さなステップがありますよね。小さな段階が。だから今日はこの単語を覚えたとか、頭の中でこのフレーズを使ったとか、お茶を入れるとかね、友達と電話したとか、少しでもできたっていうのを自分で褒めたりするとモチベーションが高くなりますよね。三つ目、楽しいものを見つけるのも大事ですね。アニメとかゲームとか音楽、自分が楽しいなとか、自分が普段自分の言語、言葉で見ているようなもの、聞いているもの、それを日本語にして勉強すると続けやすいですね。あとは四つ目、勉強の習慣を作る。習慣は、ルーティーンって日本でもルーティーンで通じます。勉強のルーティーンを作る。大事ですね。これ僕もあんまり得意じゃないですね。計画を立てたり予定を決めるのがすごく苦手なんですけど、例えば毎日少し勉強する習慣。朝起きて朝ごはんを食べる前に5分勉強するとか、家から帰ってきて寝る前に5分勉強する。で、続いて勉強できていると自分ができた、すごい、毎日できたって自信になりますよね。1日2日勉強しない日があると、昨日勉強しなかったな、昨日もしなかったから明日もしないだろうし、明後日もしないかもとか思っちゃいますよね。でも昨日もその前も勉強した。俺は昨日もその前も勉強した。だから明日もできるっていうふうに思いますよね。それはとってもいいと思います。じゃあ5つ目、仲間を見つける。これ大事ですね。一緒に勉強する仲間を見つけるともっとやる気が出ますね。最近はやっぱりインターネット、YouTube だったりソーシャルメディアで勉強している仲間は見つけやすいですよね。だからこのポッドキャストとか他のコメント欄でも同じ
言葉を勉強してる人が結構たくさんいるんだなって思うと、なんだかいいですよね。もちろんそうやって友達になるのは簡単じゃないけど、メッセージをしてみたりとか、実際に例えばミートアップとか交流会とかで、同じ言語を勉強している仲間を見つけて一緒に勉強したり、その言葉について話したりっていうのはいいですね。うん。はい。あと1個なんですけど、その前に、ですね、僕はインスタグラムで OK Japanese ってアカウントを半年ぐらい前からしていて、そこでみんなにどうして日本語を勉強しているのっていうのを聞いたんですね。その目標、ゴールを聞きました。それをちょっと見ながら話していきましょう。この人はアニメを見たい。サブタイトルなしで、字幕なくアニメを見れるようになりたい。そうですね、わかります。僕も英語で映画を見たいとか、歌を歌いたいっていうのを思ってずっと勉強して、で、見れるようになった時は本当に嬉しかったですよね。わかる。わかるじゃないかって思いました。はい。この方は本を読んだり、日本にいつか住みたい。本を読む。日本に住みたい。ねえ、そうですよね。本を読んだり、その勉強している言葉の国に住むのは本当に僕も夢です。僕は大学生の時にイギリスに留学しました。大学の交換留学というもので、もう短かったです。半年もなかったので、すごく短かったんですけど、大事な経験になりました。人生、経験があって本当良かったなって思ってます。うん。はい。じゃあ次。この人は N1、N1？ ね、これね、やっぱテストね、皆さん勉強されてますよね。やっぱりテストがあると確かに勉強はしやすいかもしれないですね。このテストを合格するぞとか、このテストに向けた勉強をするってできますもんね。この人は日本語を話せるようになって文化とか人のことを知りたい。わかる。わかります。やっぱり言語の勉強って何かを知りたいからしますよね。その人のことだとか、その人が何を考えているのかとか、その国でどんな歴史、文化があるのかとか、ね、好きな人がいるとかでもいいし、ただ住んでみたいとかでもいいしね。本当に面白いことだと思います。仕事っていう人もいますね。働くために必要。この人は結婚すること。日本人と結婚することっていう人もいますね。冗談だって言ってますけど、もし日本に住んでたり、日本人と話していたら、そういう機会もあるかもしれないですよね。この人は妻の家族と話すこと。妻は結婚している人ですね。だからこの人の結婚している人の家族は日本語を話すんですね。こういうのはすごいモチベーションが強いですよね。実際に必要なことというか、その人のことを分かりたいなって思う気持ち分かる。僕も昔ちょっと韓国語も勉強してたんですけど、その時はアイドルみたいな人がいいなって思って、この人と話したいって思った時もありました。でも韓国語は全然喋れない。もうほんのちょっとだけ。いろんな理由があるけど、あなたはどうですか？もしよかったらコメントに書いて、あなたの日本語の勉強のゴール書いてみてください。じゃあ、最初のモチベーションの方に戻って、最後6個目。6、自分を褒めましょう。
これ大事ですね。まあちょっと重なるけど、なんか今日はこれだけ勉強したからもう偉いよ、すごいね、すごいね。でちょっと新しい単語が聞こえたらすごいね、すごいねっていう風に褒めるともっとやる気も出ますね。うん。はい。で今日は勉強のモチベーションについて話しました。目標を決めたり、楽しみながら学んだり、毎日時間を決めたりすると勉強を続けやすくなりますよね。うん。いや、初めてのポッドキャストでした。ね、もしよかったら登録、いいねお願いします。また次回のエピソードでお会いしましょう。またね。